皆様、本日はですね、こちら、旬のおナスと大葉ですね、を使った超やべえやみつき大葉ナス作っていきたいと思います。はい、ということで本日はですね、焼いて特製のタレにつけるだけという簡単なレシピになってるんですけども、こちらのおナスはですね、今回は焼くっていう工程があるので、水につけたりね、塩をつけてアク抜きをするっていう作業はいらないです。ポリフェノールとかのね、栄養もね、しっかり取りたいので、焼く場合はアク抜きはしないので、特製のタレを作った後に下処理していきたいと思います。おナスのね、色のね、綺麗にするやり方もあるので、ぜひ皆さんね、参考にしてみてください。じゃあ早速特製のタレ作っていきたいと思います。その前に、ナス綺麗に洗って、大葉も綺麗に洗って、ここですね、ここの部分だけ取って、水気切っておきます。ではまず特製のタレ作っていきたいと思うんですけども、おろしにんにく小さじ1、同量のおろし生姜、ごま油大さじ1、火をつけて軽く炒めます。香りが出るまででいいです。不安な方は弱火で、焦がしちゃダメなんで、不安な方は弱火でじっくり香り出してあげてください。もちろんフレッシュタイプでもいいですよ。はい、もうこんなもんでいいです。香りがしてきたら火を止めて、お酒清酒、お酒100のみりん50、合計150ですね。合計150、これを入れます。そしたらもう一度火をつけてアルコールだけ飛ばします。前回ね、作った超やべえきゅうりの1分の1本漬けあったと思うんですけども、そちらね、大好評なんですけども、本当にありがとうございます。そちらの時とは違っておナスなんで、そこまで水分がめちゃくちゃ出ないんですよね。なので今回はタレをいつものやつに比べたら少し薄めに作ります。味付けも変わってるんで、ぜひ楽しみにしてください。美味しいよ。大葉とナスに合わせた特製タレです。アルコールがいい感じに飛んだら、ここで味付けしていきたいと思います。まずはこちら、めんつゆですね。こちらを大さじ2。これは3倍から4倍に濃縮されたやつですね。お使いのめんつゆによって濃さとか調整してあげてください。続いてこちら、醤油。こちらも大さじ2。続いてこちら、豆板醤小さじ2。豆板醤辛みがね、苦手な方はこちらを普通のお味噌だったり赤味噌に変えてもいいですし、代用としてはコチュジャンにしてもいいです。このね、辛みがねちょこっと入って、あと豆板醤っていろんなね調味料が入ってるんで味に深みが出ます。そして砂糖も小さじ2。今回の味の決め手ではないんですけど、隠し味ですね。こちら。僕たちの動画だとね、珍しい調味料なんですけども、ナンプラー。こちらですね、魚醤と言われているやつなんですけども、ちょっとね、癖があるんですよね。ナンプラーって。普段、普通に、お店とかで食べるナンプラーとかって少し癖があるんですけど、この有機ナンプラーっていうのはね、癖が少なくて、すごく食べやすいんですよ。なので、もしナンプラー食べたことあって苦手だっていう方は、こちら使ってみてください、ぜひ。逆にナンプラーめちゃくちゃ好きだなっていう方は、普段お使いのナンプラー使ってください。こちらを大さじ1。これね、めちゃくちゃ味にね、深みが出て美味しくなるんで、タイ料理とかではね、結構使ったりするんで、タイの方だったら多分めちゃくちゃ好きな味になると思います。こちら大さじ1。で、ナンプラー、もし苦手だよっていう方は、さっきの醤油を大さじ1足してあげてください。そしたら火をかけて、豆板醤を溶かしつつ、特製タレ完成させたいと思います。で、ここにお好みで、ちょっと待って、忘れてた。唐辛子、これをね、1本だけ足してください。味が締まります。もちろんこういう切れてるタイプでもいいんですけど、1本のやつの方のがあんまり辛くならないです。で、さらに、辛いのが食べたいっていう方は、ここに彩りも含めなんですけど、こういう韓国唐辛子とか入れてあげてもすごく美味しいです。お子さんがね、いる方は、最後別々にお好みでかけた方がいいですね。最後にラー油かけたりとかね。
はい、一煮立ちさせたら、で、ここで味見してみて、味の濃さ調整してほしいんですけども、お水足したりとか、逆に少しもうちょっと濃くしたいなって方は、醤油とお味噌少し足してあげてください。で、最後、風味も含めて、大さじ1のごま油入れます。ごま油ね、最初と最後に分けてるのは、熱で熱すると、ごま油の風味って飛んじゃうので、最後に入れてあげてください。はい。そしたら、たっぷりの入りごまも入れておきます。これはお好み量だけど、たくさん入れた方が美味しいですよ。そうしたら、特製の漬けだれ完成なので、粗熱取っておきます。まあ、今回ね、漬け込むって言っても、ナスと大葉入れた瞬間もうそのまますぐ食べられるんで、漬け込む必要もないですよ。では続いて、ナスの処理いきたいと思います。ではそうしたら、おナスカットしていきたいと思うんですけども、まずはヘタの部分ですね。ここをカットして、薄切りにカットしていきます。厚みはお好みなんだけど、5等分か6等分ぐらいでいいかなと思います。これぐらいかな。これぐらいの厚みで大丈夫です。こんな感じでじゃあ全部薄切りにしていきます。こんな感じで全部ね、薄切りにカットできたら、ナスのね、色落ちしない方法をやっていきたいと思います。では、おナスの変色防ぐ方法でございますね。まずはキッチンペーパーで軽く水気を拭いたら、米油。こちらでね、周りをコーティングしてあげてください。そうすることによって、油の吸いすぎも防げて、酸化も防げて、色落ちをね、防ぐことができるんですよ。これ米油じゃなくて普通の油でも大丈夫ですよ。ちょっとした一手間なんですけども、こうやって、ハケで、周り、油でコーティングします。米油の方がさっぱりします。こうすることによって、変色防ぐこともできるし、めちゃくちゃスポンジのように油をめっちゃ吸っちゃうんですけど、おナスって。それをね、防ぐこともできます。なんで、これをやってあげてください。油っこさもなくてすごくいいですよ。これやるとやらないじゃね、時間が経った後のおナスの色が全然違うので、ぜひ試してみてください。まあそういうのも気にならないよっていう方はもう普通に焼いちゃってもいいです。カロリーも気にならないし、色落ちも気にならないよって方はもうこのまま普通にごま油引いて焼いちゃっていいです。今回米油引いてやってるのは油の吸収が防げるので、米油って米油でできるだけヘルシーにしたくて米油でコーティングしてます。皆さんお好みで。これで焼いて塩で食べるだけでもめちゃくちゃ美味しいです。で、今回のタレはね、ほんとめちゃくちゃ美味しいからね、無限そうめんっていう感じでタレだけで食べても超美味しいです。みんなやってみてね。ナンプラーがね、本当にね、めちゃくちゃいい仕事してるんですよ。美味しいよ。僕もね、ナンプラー実はね、得意じゃないんですけど、今回使ったね、ナンプラーはね、すごく大好きなんですよね。なんだろう、日本人向けの風味にしてくれてるっていうかな。で、外国の方がさ、納豆が苦手っていうのと同じな感覚だと思うんだよね。で、今回のナンプラーの使ってる料理は全然癖がないんで、皆さん、旨味が足されるだけなんで、ぜひ、苦手だったなっていう方も一度試してみてください。やべえ、めっちゃお腹が鳴ってきた。思い出したらお腹が鳴ってきた。これめっちゃうまいんだよな、ほんまに。で、今回さ、大きいさ、ナス大量にやってるけどさ、マジで秒でなくなるから、作り置きにならない。作り置きなんだけど作り置きにならない。そんな病みつきなナスになってます。もうこの量のナスを普通に焼いたら多分、とんでもない油の量になっちゃうよね。まあ、素揚げがね、できればね、それが一番いいとは思うんだけど、素揚げって、それはそれで、この時期だと暑くて大変じゃん。だからできるだけ少ない油で焼きナス作るのが、個人的にはおすすめです。はい、ということで、全部油でコーティングできたので、早速焼いていきたいと思います。はい。そしたら焼いていこうと思います。こっからはもうめちゃくちゃ簡単です。普通にいい感じの焼き目がつくまで、おナスを焼いていくだけです。で、火加減なんですけども、強火でもいいんですけど、途中でね、止まっちゃいそうだなっていう場合は、中火とかにしてあげてください。で、この時にはもう焼き終わったらどんどんね、漬けだれに入れていくので、その際に重ねて大葉も入れていきたいと思うんで、大葉も準備しといてね。うわー、いい焼き色。最高。もうこんな感じで焼けたらもう漬けだれにだいぶ
こんな感じに漬けだれにどんどん入れちゃってください。もうこの入れて漬けた瞬間からもう食べられるんで、漬けるだけって言ってはいるんですけども、その瞬間からすぐ食べられます。そしたらその上にこんな感じで大葉を重ねていくっていう感じですね。で焼けたら空いているとこにどんどんナスを入れていきます。もう最高かよこれ。もう最高です、この焼き加減。重ねてどんどん漬けていきたいと思います。こんな感じでナスと大葉をね順番に重ねていったら、最後の方になるとね浸かりづらくなるんですよ。そしたら少しこう斜めにしてあげて、上からこうタレを、漬けだれをねこうかけてあげれば、こんな感じでしっかり浸かるので大丈夫です。ということでこちらで超やべえやみつき大葉ナス完成です。じゃあ早速実食していきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。まずは乾杯。これはもうビールとか合うよね。合うね。乾杯。乾杯。じゃあもう好きなようにで、お好みでネギかけたりとか、あとブラックペッパーかけてもいいし、あとはラー油ね。ちょっといきなりね、米食べていい？いいよ。いただきます。もうこれね、包める感じね。いただきます。いい顔。うん。おいしい顔の天才だね。あ、大葉いいわ。ちょっとじゃあいただきます。うまいよね。ネギもね。うますぎる。これまあご飯をね抑えたい方とかだったら、これほんとね、こういうネギを巻いて食べてもめっちゃ美味しいんだよ。おつまみになる。ネギたっぷりでいただきます。このねナスがねめちゃくちゃ旨味吸ってるんですよね。超絶ご飯進むんだけど。めっちゃうまいんだけど。で今回お豆腐とご飯に合わせてるんですけど、そうめんと一緒に食べててもタレが美味しいんで、めっちゃ合います。無限に食べれる。秒で食べれるこれ。超うまい。一応作り置きで3日か4日ぐらいは持つんですけど、そんなに持ったことは一度もないです。しかも全然そんな漬け込まなくてもすぐ美味しいからね。そう、すぐ美味しい。ただ冷たくなって、味が馴染んだのもめっちゃうまいんで、半分ぐらい残して次の日食べるのも全然ありです。マジでね、これマジでほんまにご飯泥棒よ。それな。うまい。ちょっと俺ラー油かけちゃっていい？あ、それもありだな。ちょっととうとういっちゃっていい？これはこれで楽しんで、次最後ナスラー油でいこう。まっ。辛いのが得意な方はかけてほしいね。うまい。抜群に合うよ。抜群に合うね。想像以上にうまいわ。でこれで俺ラストだから、では最後書き込めるタイプです。じゃあ自分も書き込みます。いただきます。ラスト。ということで、本日はですね、焼いて特製ダレにつけるだけでできる超やべえやみつき大葉ナスを作らせていただいたんですけども、まあ本当にね、魚醤も含め、いろんな旨味をナスが吸ってるんで、食べた瞬間にジュワッと溢れて、めちゃくちゃご飯泥棒です。で、プラスそれにね、やっぱ大葉がね、加わってると、もうさっぱり食べれるんで、なおね、ご飯が進むっていうのと、あと、動画でね、途中で説明している通り、そんなにね、ナスに油を吸ってないんで、全然くどくないんですよ。いくらでも食べられる感じ。で、今回の、味付けだとご飯がなくても食べられるぐらいの味の濃さになってるので、低糖質で糖質制限されてる方にもすごくおすすめなんじゃないかなと思います。はい。いや、たっぷりのネギ巻いても本当に美味しいし。絶対うまいね。それこそさ、水菜とかをさ、バッて巻いて食べるのも美味しいと思う。絶対うまい。もういろんな食べ方ができるので、ぜひ皆さん作ってみてください。ということで、本日は以上になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。